ハローエブリワン。こんにちは。村上海賊当主の村上武義でござる。今回は前回の動画の続きで、呉駅から出発し、国道31号を通って、海田の大正交差点へ帰ります。おい、竹吉。呼び捨てにすると殺されそうで怖いの。村上竹吉って言うと、小説村上海賊の娘の主人公、京さんのお父さんだね。そうじゃ。よう知っとるの。あと、説明欄に目次があるので、そちらをクリックすれば見たいポイントまでジャンプできるよ。目玉の親父、とんがりくん、ご案内ありがとう。目玉の親父ととんがりくんの声真似をしましたが、似てるって思われた方は、チャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それでは行きましょう。レッツラゴー。広島へ帰る道は2通りあって、1つ目は二甲川の川沿いを登り、焼山町を経由して矢野峠を下るルート。2つ目は瀬戸内海沿岸を JR 呉線沿いに国道31号を通るルートです。焼山を経由するルートは呉平谷線や矢野峠が曲がりくねっています。僕は真夜中の誰もいないワインディングロードを一人で走るのが大好きなので、深夜お客さんを乗せた帰り道はよく焼山の方を通ります。今回は昼間なので国道31号を通るルートにしました。ゴールは海田町の大正交差点です。ラジオの交通情報で出てくる場所なので、大正交差点という名前を耳にしたことはあるんじゃないかな。JR 呉線の横を通って帰っているんですが、以前の呉線の電車の車両の色は濃い緑色とオレンジ色だったんですよね。でも最近は変わったようですね。最近じゃないのかな？昔のカラーリングは湘南色というそうです。もともとはアメリカのグレートノーザン鉄道のオレンジ色と深緑の塗装がモデルだそうです。僕はてっきり灰ヶ峰の自然豊かな緑と瀬戸内のみかんから来た配色かと思ってたんですよね。その頃は車両内でタバコが吸えたんですよ。それに駅で販売している立ち食いうどんを丼のまま持ち込んで車両内で食べている人もいましたよ。食べた後の丼を足元に置いていくと後で回収しに来てくれるんですよね。あと、呉線や可部線は単線なのでよくダイヤが乱れるような印象があります。でも運休になるとタクシーの出番です。僕はいつも携帯にアプリを入れてリアルタイムで電車の運行状況をチェックしてますよ。呉駅のある呉湾の海は周囲を島や山で囲まれているので天然の要塞と言われ、帝国海軍海上自衛隊の拠点となっています。古くは村上水軍のアジトになっていたようです。村上水軍とは日本中世1500年頃の瀬戸内海で活動した水軍、つまり海賊です。ここで僕の歴史の覚え方を紹介します。受験のための記憶術じゃないので、肩の力を抜いて聞いてくださいよ。大雑把な覚え方です。1500年頃とは約500年前、ヨーロッパではルネサンスが起こり、レオナルド・ダ・ヴィンチが活躍した時代です。また、錬金術の発展により、アルコールの蒸留装置が発明され、ワインからブランデーを、ビールからウイスキーを生産できるようになりました。その後、その生成方法が日本に伝わり、
焼酎や泡盛になりました。また、コロンブスがアメリカ大陸を発見したのもこの時代です。どうですか？ざっくりとですけど、世界史を覚えることができましたね。さて、その頃日本では、1588年に豊臣秀吉が海賊停止令を出し、海賊行為を禁止したので、瀬戸内海から水軍はいなくなりました。ここから江船の話になります。江船は家に船と書きます。その後、水軍のうち一部の人たちは漂流漁民となりました。この人たちのことを江船と呼びます。皆さんは江船ってご存知だったでしょうか？僕は最近知りました。僕が営業するタクシーに江船のご夫婦がお客さんとして乗ってこられたんです。ここでウィキペディアを参考に説明します。江船とは近世から近代の日本に存在した一軍の漂流漁民の総称である。広島県因島に200隻の江船が存在しましたが、1970年、昭和45年頃までに、いずれの地域でも陸地に移住したため、江船の姿は見られなくなったとあります。でも実際には確かにまだ江船の方はいらっしゃいます。しかし、日本には三大義務の一つである教育の義務がありますので、彼らは漂流漁民とはいえ、現代ではまず義務教育を終えてからということで、自分たちの文化と折り合いをつけているんだと僕は考えています。先ほどのご夫婦も学校に通った後に20歳を過ぎてから始めたそうです。奥さんの方は一度お勤めに出てから結婚して一緒に船に乗るようになったそうです。その時の動画は当チャンネルの不殺港に掲載されています。ただし、プライベートのことなので、ご夫婦の姿は冒頭の10秒ぐらいのところにちらっと見える程度なんですけどね。不殺港の雰囲気と合わせてご覧ください。あと、江船のことを取材したチャンネルを見つけましたので、そちらも説明欄にリンクしておきます。で、僕が出会った江船のお二人は、20代からずっと船の上で穴子漁をしてたそうです。盆と正月以外はずっと船の上で50年以上。その時に上陸していたのは病院に行くためだそうで、そういう時以外、ずっと船の上。ずっとですよ。船にはテレビ、冷蔵庫、ガスはもちろん、魚群探知機、無線機もあります。船の中には2畳から5畳程度のお座敷を用意してあって、そこで寝泊まりしています。ちゃんと布団を敷いて、暖房も完備して、炊事も洗濯も、生活のすべてが船の上で行われます。僕はそういう生活を知って、とってもカルチャーショックを受けました。最初に話を聞いていたときは、ただただ仕事熱心なご夫婦だなぁ、と思っていただけなんです。タクシーでもいますからね。たまにずーっと乗りっぱなしの人。食事休憩も車の中。おにぎりを食べながら走るっていう、そういう魚釣りが大好きなご夫婦なのかなって思ってたんです。でも、歴史を踏まえて考えれば、彼らはただ昔から続いてきた家業を継いだっていうだけのことなんですよね。
ここは呉市塩見町です。浜田省吾さんが中学生、高校生の時に住んでいた町です。瀬戸内海がよく見えるのんびりした場所ですね。浜田省吾さんは幼い頃から父親の仕事の関係で引っ越しが多かったそうで、ここにもそんなに長くはいなかったようです。瀬戸内海は古くからいろんな出来事があり、僕もそれらをお伝えしたいんですが、皆さんはもうお腹がいっぱいですよね。ですので、この先はお酒をちびりちびりやりながら、国道31号の風景を眺めてください。
右が JR 矢野駅です。以前、当チャンネルでアップロードした有吉弘行さんの出身地の出発点になった駅です。ここから矢野峠を通って熊野に行くことができます。左が陸上自衛隊解体地駐屯地です。実はカメラの調子が悪くて肝心の大正交差点が映ってませんでした。ごめんなさい。今回は以上です。またね。